して急ぐ君の目に焼き付いて離れない終わりなく続く歌思いさえ超えてゆく君の前に映るように胸の奥開けたまま俺が抜けばお前らは死ぬ。思い出した。横抜きだよ、横抜き。あ、思い出した。あれか。すっきりしたところで行くか。本気か。死ぬだけだぞバカが。何？壁をぶち壊して逃げるとはどっちを無駄なことを。ドアを蹴破るくらい造作もねえが、こっちから追い込めば袋のネズミ。あいつめまた壁を。こっちもか。釣り目は階段を降りたかとなるとこっちを押しかねえ。野郎また。どこだ。絶を使って隠れたか。どこから逃げやがった。そうか、最後の壁破りはおとりか。壁だけ壊して手前の部屋に隠れ、俺をやり過ごして廊下に出た。クソガキが。これから2人であいつぶっ倒すぞ。気配を消した。闇に乗じてやる気か。バカどもが。天と蓮の応用技円。通常は体の周囲でまとっているオーラを自分の必要な感覚まで広げる。これによって円の中にある全てのものを肌で感じることができる。達人はこれで半径50メートル以内は把握できるという。俺にできるのは太刀の間合いだけだが、これで十分。この中に入り込めば即座に動きを感知し切る。いつでも来い。バカ。いつまでもそんなところにいるかっつーの。一人でずーっとやってろ、ちょんまげ野郎。あいつぶっ飛ばしたかったのに。絶対無理。二人でかかっても返り討ちであの世に切って落ちさ。 100%？ ほぼな。ほとんど念の基礎しか知らない俺たちのかなう相手じゃないね。なんだよ。ようやくキルアらしくなったじゃん。無茶言うのは俺の役。キルアはそれをクールに止めてくれなくっちゃね。頼りにしてんだから。勝手なやつ。で、どうするこれから。そりゃ何がしたいかによるさ。どうしたいんだゴンは。あいつらぶっ飛ばしたい。やっぱね。ま、そりゃ最初の趣旨から外れちゃいないけどな。あいつら3人くらい今日捕まえれば一気に60億だし。だけどそのためには念能力の向上が必要だ。あいつらと対等に渡り合えるだけの潜在能力が念にはあるはずなんだ。それを知るにはクラピカに聞くのが手っ取り早いんだけどな。なんで？あいつらの仲間を倒したっていう鎖野郎がクラピカのことだからさ。やっぱり気づいてなかったか。クラピカが？じゃあ旅団の一人をやっつけたのって。おそらくそういうことだろう。どういう経緯でそうなったのかは知らないけれど。会えばわかるさ。もし本当にクラピカがやっつけたなら俺たちにもチャンスがある。
クラピカだって念を覚えたのは同じくらいの時期なんだからな。俺たちの資質に合った俺たちだけの能力。でもそれ以上に旅団と同等、いや凌駕するほどに戦える能力が必要だ。その答えの鍵を握っているのがクラピカ。ああ、私がここまで来れたのはお前のおかげだ。一緒にハンターになろう。クラピカに会おう。これで全員揃ったようだな。それでは改めて十郎島からの依頼を伝える。依頼内容は幻影旅団の抹殺。今夜セメタリービルで開催される競売にまた奴らが現れるかもしれない。警備を兼ねて奴らが現れたら始末してくれ。やり方とか詳しいことはそっちで勝手に決めてくれていい。こちらの要望さえ全うしてくれれば文句はねえ。何か欲しいものがあれば言ってくれ。そのビルの詳しい見取り図を用意してくれ。周囲の地図もだ。連絡の際のコードネームを決めておこうか。色でいいだろう。俺はイエロ俺はブルーと呼んでくれ。俺はレッドがいい。まるでごっこじゃの。なんか言ったか。ー。お前らはシルバゼノじゃ。シルバーにゼノ。ゼノ、そんな色あったか。二人ともただの本名じゃ。俺の名を呼ぶのは自由だが指図は受けない。俺たちは俺たちのやり方でやる。シルバーにゼノ。まさかあんたらゾルディック家か。いかにも。何？ゾルディック家だと？誰も本当の姿を見たことがないという伝説の。別にわしらは普段変装も潜伏もしとらんのだがの。もしかしてゾルディックっていうのもコードネームじゃなく本名？そうじゃ。なんなら飯やっとこうか。住所と電話番号も載っとる。殺したいやつがいたら連絡くれ。3割引きで請け負うぞ。彼らがキルアの家族。なるほど。明らかに他の者より威圧感が数段上だ。彼らも暗殺者として決してレベルが低いわけではないだろうが、力の差を感じているんだろう。萎縮してしまっている。なんとか対抗できそうなのはこの2人か。別にいいじゃん、呼び名なんて。だって呼ぶことなんてないもん。一人一人が好きにやっていいんじゃないの。同感だな。互いに流儀も思考も違うんだ。俺も勝手にやらせてもらう。しかし相手は幻影旅団だぞ。単独でやるにはヤバすぎる。万全を期すには最低限の協力は必要だろう。協力ね。あんた今のどう思う？そうだな。拙い連携は混乱を招くだけだ。誰かの協力が必要なものはコミュニティの人間を使えばいい。各々の裁量で動いた方が揉め事もないだろう。私は一人で十分だ。5対4だ。決まりだな。まあ組みたいやつは組めばいいさ。その通り。オークションの開始は9時だったな。ああ、ビルの中まで我々が送ろう。ようノストラード、調子はどうだ？まあまあだ。ぼちぼちやってるよ。まあまあだっか。はっ、偉くなったもんだぜ。なあ、ついこの間まで片田舎の一組長だった野郎が今じゃ俺たちとタメ口聞けるんだからな。ところで手は大丈夫か？ちょっと見せてくれよ。手？何、もみ手のしすぎでやけどしたそうじゃねえか。指紋もねえって噂だぜ。占いのインチキ隠すのにも大変だな。おい、あんまりこすりすぎるとそのうち火が出て使い物にならなくなっちまうぜ。男のジェラシーは見苦しいぜ。全治全治なんだこの野郎。雇われの分際で俺に触るんじゃねえ。うら全治話してやれ。こんなやつ相手にすんな。お前の言いたいことはわかるな。もうそのくらいにしとけ。てめえなんぞ誰も認めてねえからな。
千代、大丈夫だ。自分の無能さを棚に上げて俺の成功を妬むやつが多くて困る。奴ら何も分かっちゃいねえ。今の時代最も重要なのは情報だ。その中で究極の情報とは何だと思う？いえ、未来の情報、すなわち予知だ。的中率 100% の予知、予言を自在に駆使すれば世界を牛耳ることさえ可能だ。いずれは重労働の小さい夢ではないだろう。そのためにも俺はまだ上に行く。それだけ敵も増えるだろうがな。クラピカ、はい。十分な見返りは用意するつもりだ。お前の働きに期待している。ダウト、ダウト、ダウト。パパの嘘つき。パパが自分から約束を言い出すときは決まって嘘ついてるからなの知ってるもん。いいもん、絶対一人で言ってやるんだから。でも参加賞が必要だなんて知らなかった。これじゃあオークションに間に合わないよ。もう一体どうしたらいいのよ。OK です。どうぞお通りください。警察が協力してるんですか？相手は幻影旅団だ。会場の1キロ以内は違い封建状態にしてある。無断で入ったやつは全て蜂の巣だ。もしもし。あ、クラピカ、大変なのよ。ボスが逃げちゃったの。詳しく話してくれ。ボスが機嫌よく買い物してたので安心してたの。そしたら突然トイレで着替えた上で逃げてるから計画的みたいなのよ。そうか。だとしたら行き先は見当がつく。本当？ああ、ホテルに戻って待機してくれ。分かったわ。場所、行き先は分かるからホテルで待っててくれって。へいへい。ところでよ、クラピカはあのままで平気か？体は私の笛で少しは回復したと思うんだけど。それじゃあ暗殺の話はどうだった？心音を聞く限り全てを納得した上で暗殺チームの合流に同意したわけじゃないわね。じゃあなぜ？クラピカには何者にも先立つ一つの決意があるのよ。己を犠牲にしても成し遂げなければならない決意が。それを優先した結果の判断だと思うわ。だるい生き方だな。俺には真似できん。自分を殺す人生に意味なんてあるのか？人生を楽しまないのは罪だぜ。まあいいさ、人それぞれだよ人生は。ボスの行き先は分かったからホテルに戻るぞ。確かにその通りかもね。どうした？お嬢さんが逃走したそうです。ご安心を。行き先は我々と同じでしょう。オークションか。おそらく欲しい品物はどうしても自分で手に入れたいのでしょう。困った娘だ。おかけになった電話番号はただいま電波の届かない場所におられるか、電源が入っていないため。くそ、電源を切っているな。だが参加はできんぞ。正式な参加証がないと入れんからな。あ、私だ。ライトノストラードだ。検問中の全警官に指示を頼む。参加証を持たない17、8歳くらいの小娘が来たら身柄を保護してくれ。私の娘だ。うわー、この下がオークション会場なんだ。ありがとう。検問通れなくてほんと困ってたのよ。どういたしまして。君のお父さんにはいつもお世話になっているからね。パパには内緒よ。分かってるって。オークションの開始までまだ少し時間があるね。どう？そっちで休んでようか。うん。乾杯。おいしい。もう逃げまくって喉カラカラだったの。そんなに大変だったんだ。そう。いっつもパパのつけた見張りがいて息が詰まりそうなの。今日なんか飛行船に乗り込むとこを逃げ出してきたのよ。
へえ、じゃあその見張りたちをどうやって巻いてきたの？あのね、出発前にいっぱいお買い物したんだけど、その時ついでに演奏道具や服も買ってトイレの中で着替えたの。それで女の子のグループに紛れ込ませてもらって逃げてきたんだ。よくバレなかったね。ヒヤヒヤしちゃったそういえば占いが得意なんだってね。誰に聞いたんだっけかな。得意だよ。偉い人にも頼まれるもん。その占いってさ、どのくらい当たるもんなの？それが100発100中なんだって。なんだってって君が占ってんでしょ？自動書記って言って手が勝手に書いちゃうんだ。へえ、面白そうだね。じゃあさ、俺も占ってみてよ。いいよ。クロロ・ルシルフル？へえ、26歳？結構年上なんだ。見えない？全然イケてるでも変わった名前よね。仲間には団長って呼ばれてるけど。何それ、もっと変。それじゃあ占ってみるね。何？取り逃がしただと？しかし連絡を受ける前でしたから、参加証を持たずタクシーに一人だったので注意すると、少々ごねましたが結局引き返していきました。一歩遅かったか。仕方ない。娘の顔写真をプリントして捜索に当たらせてくれ。大至急だ。私が探しましょう。市内の地図はありますか？はい、できたよ。見てもいい？どうぞ。私の占いって少し変わってて、4つから5つの4拍子でできているのね。それがその月の週ごとに起こることを予言しているらしいから、もう1つ目の詩の出来事は終わってるかも。へえ、大切な暦が一部欠けて、大切な暦が一部欠けて、残された月たちは盛大に弔うだろう。喪服の楽団が奏でる旋律で下月は高く穏やかに運ばれていく。菊が葉もろとも枯れ落ちて血塗られた火の目の地に伏す傍らで、それでもあなたの優位は揺るがない。残る手足が半分になろうとも、幕合劇に興じよう。新たに仲間を探すもいいだろう。向かうなら束がいい。きっと待ち人に会えるから。君の占いすごいね。当たってるよ。例えばさ、この一つ目の。ダメ私ね、自分の占い一切見ないの。なるべく自分が関わらない方が当たるような気がするから。なるほどね。ちょっとごめんなさい。男の人が泣くの初めて見た。もうなんかドキドキする。どうやらお嬢さんはすでにセメタリービルの中にいますね。なんだと？運転手急げ。そろそろ時間だね。行こうか。よかった。助けてくれたのがあなたで。どうして？パパと違って絶対嘘つかなそうだから。一つだけ聞いていい？占いで死者の鎮魂を思わせる部分があるんだけど、君は死後の世界って信じる？私はあまり信じてない。占いはあくまで生きてる人のためのものだから。もしそういう表現があったのなら、慰められるのは死んだ人じゃなくて黒野さん、あなた自身だと思うよ。確かにそうかもしれない。なんてね。受け売りなの、今の言葉。小さい頃テレビで占い師が言ってたんだ。占いは今を一生懸命生きている人を幸せにするためのものです。
だから私は悪いことばかり占うようにしている。そうすれば皆そうならないように願ったり努力したりするでしょって。私その時、そうだなって感動しちゃって、それからずっと占い師に憧れてたんだ。それって銀河の祖母。そうそう。そういえば彼女は死後の世界否定派だったね。そうなの。だから私もなんとなく信じてないんだけど。俺はね、霊魂って信じてるんだ。だから死んだそいつが一番やりたがっていたことをしてやろうと思ってね。やりたがっていたこと？何それ？聞きたい？聞きたい。それはね、大暴れ。どうしましたお嬢さん。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん。さあ、レクイエムを奏でようか。至る所で銃声爆発、街が戦場になってる。次回「ハンターハンター」雲集結ゾル家最終決戦の時、クラピカクラピカ